おはようございます。なごみけです。今回は生粋の朝型である僕の朝の習慣ルーティンについていろいろとご紹介していきたいと思います。だいたい起きるのは5時から遅くとも6時くらいですね。僕の家系がめちゃくちゃ朝型で、実家に帰ると大抵僕が一番起きるのが遅いですね。朝型なのと目が比較的いいことについては遺伝子に感謝しています。5時に起きるためにはそれなりに寝る時間も早くないとやっぱりしんどいです。ただ遅くなってなんだかんだ12時前ぐらいまで起きてしまうこともあります。でも寝るのがどんなに遅くなっても5、6時になるともう目が覚めちゃうんですよね。本当におじいちゃんですね。起きた瞬間から割と頭は冴えている方なので、そのまま立ち上がることができます。ただ体が起きていないので、この体を起こすために僕はまず起きたら家事をするようになりました。とはいえ最近はもっぱら機械に頼っていて、なんならこの機械たちが勝手に動いてくれるのを眺めるのがすごい楽しかったりするんですけど、昨日の夜洗濯していた、洗濯物を取り出して畳んだりとか、あと食洗機に入れておいた食器をこれもまた元の位置に戻したり、日によっては夜の間に 3D プリンターを動かしていることもあるので、朝起きたらまずこのプリントできたものを回収しています。無理やり体を動かすことによってだんだんと頭も体も冴えてくるんですよね。特に最初いきなり机に座って仕事を始めたりなんかすると、もうどんどん眠くなるっていうのは多分皆さんと同じだと思います。どんなに朝方でもしんどいですね。なので基本的にはここで体を動かすという感じです。あともっと言うと家にいる時間がね、多分めちゃくちゃ少ない、かなり外出頻度高めなのもあって、安定して家にいるのが朝のうちなんですよね。なので朝のうちに家事をしておいた方が家族ポイントみたいなのもね、ちょっと上がったりしやすかったりします。朝早めに起きてるとこの家事に回す時間もわりかし潤沢に取れて、そんなに時間もったいないみたいな感覚にならないのも良いところですね。でこの家事をしながら僕はそのまま朝食に向かいます。朝食といっても僕はもうほぼ毎日メニューは固定にしています。朝食一食を完璧なものにして、昼夜ある程度暴れても大丈夫だよっていうような状態が、自分にとっては一番我慢がない、苦痛がないような、健康な食生活かなというふうに思ってこの仕組みにしています。ちょっとこの日はヨーグルトが切れていたのでスムージーだけなんですが、ヨーグルトはビタントニオのヨーグルトメーカーで自家製で作っています。自家製とはいえ市販の R1 のヨーグルトを牛乳の中に溶かして発酵させているというだけですね。シンプルに大きい R1 を買うよりも安く済むっていうポイントです。酸味が苦手なのでコーンフロスティー好きなのでコーンフロスティーをかけて、あと蜂蜜かけて食べたりします。で最近導入したのがこのスムージーです。冷蔵庫に仕込んでいたものは前日の夜に冷凍の野菜とか果物を入れておいたものです。冷凍系の食材って当日の朝に仕込んでスムージーにするとスムージー全体がめちゃくちゃ冷たくなって飲むのしんどいんですよ。半日寝ている間かけて半解凍するような感覚ですね。で朝起きて取り出すそこに粉たちを入れていきます。はい。きな粉、アマニパウダー、ココアパウダー、これらをすべて大さじ1ずつ入れていきます。そしてプロテインですね。1杯分なのでどんぐらいだろう、このスプーン 3,4 杯分ぐらいですかね。僕は一発で入れられるようにこの金属製の大きいスプーンを使っているんですが、この材料を入れて混ぜ合わせます。粉物は前日に入れておくと固まってしまうので、混ぜる直前に入れた方がいいという判断ですね。見てください、このめちゃくちゃ美味しくなさそうな色味で、これ見た目によらず本当に美味しくないんですよ。たまにしんどいAI に炭水化物や脂質はもう多分昼夜で十分に取れるから、それ以外の栄養素をできるだけ1日分補える量のもうガッともう何も考えず混ぜて飲めるスムージーを
作ってくれということでこのメニューになりました。クロード曰く、味としてはココアトロピカルだっけな、そんな感じで言ってましたが、なんかそういうレベルにいないですねはい。これね、本当に美味しくないから一回やってみてほしいんですよ、皆さん。しかもこれ量、これら入れて混ぜると 500ml と少しぐらいの結構な大容量になるんですよね。ペットボトル1本分のスムージーを一口で飲み切るって結構しんどいんですよそうただその分腹持ちみたいなのはすごくいいですね。朝からお腹が空かないですし、実際健康になった気がします。プラシーボ効果かもしれませんが、ちょっと暗示でしかなさそうでもありますけど、今回のこのスムージーの材料が全部 Amazon で揃うっていうのが非常に魅力的なんですよね。でしかも僕は最近ですね、マナス AI をチューニングして、例えばバナナ足りなくなってきたとかほうれん草足りなくなってきたっていうのを言うと、もういつの間にか勝手に買って勝手に届いてるみたいな状況を作れるようになりました。これが全て Amazon で揃える魅力ですね。このスムージーによって得られる栄養素はこんな感じです。ただこのスムージーだとどうしても摂取できない栄養素があって、それが亜鉛とビタミン D なんです。これを補うために亜鉛とビタミン D を1個にまとめたサプリメントみたいなのがあるんですよね。ディアナチュラかな、これを購入して、飲んでいます。このオレンジの方のボトルにサプリメントは入れているんですが、このボトルは 3D プリンターで製作したものです。なんかね、このサプリはトーストみたいな味がします最初は美味しいなと思ったんですけど、だんだんそんなに、美味しくなくなってきました。ちなみに青い方はですね、今流行りのクレアチンです。ちょっと効いてるのか効いてないのか僕はあんまよくわからないんですけど、暗示も込めて飲んでいます。一応一般的には筋肉、そして脳のパフォーマンスを上げると言われているクレアチンですが、この2種類のサプリメントも Amazon で揃うんですね。すべてマナスで足りなくなってきたと言ったら勝手に家に届いています。メニューも注文も全て AI に任せるというなんかディストピア感はありますけど、これはこれで僕はちょっとワクワクして楽しい感じです。体に入れるべきものを入れたら支度をします。これまでの動画でもいろいろと話している通りで、僕は朝だいたい7時半に家を出て暗闇ボクシングですねをかれこれもうあと少しで1年くらいになるというほど、続けています。毎朝平日行っているので週5ですね。本当に部活の朝練感があるんですよね。なのでそのための荷物、あとは、水筒別で持って行って、ここでもまたプロテインを持って行って、そんな感じですね。バッグは最近買った紹介もしたマースティックのナップザックになります。これやっぱね、軽いしかっこいいですよ。結構気に入っています。ずっと使っていたレザーのバックパックと使い分けようと思っていたんですが、最近はこのナップザックばっかりになってしまってますね。起きてからここまで意外とだいたい30分くらいで終わります。家事もなんだかんだね、15分20分で終わるし、スムージーとかヨーグルトって別に準備がいらない朝食なので、だいたい30分、長くても40分ぐらいで終わったら仕事に移ります。5時半くらいからボクシングに出かけるまで7時半までのだいたい2時間くらいですね。この時間は、人から連絡が来ることもなければ、あと季節によりけりですが、冬でない限りは日の光が入ってくるので動画の撮影とかも一応できます。家族にとっては多分非常に迷惑なんですが、洗濯機回したりスムージー回したりもうすでにうるさいのでちょっと許してくださいという感じですかね。朝動画を撮って、でそのままボクシング終わった後に動画を編集するというフローだと、午前中の間に YouTube が1本だいたい仕上げる、ものによりますけど仕上げることができます。できる限り撮影をしていますが、それ以外でも例えば、来ていたメールの処理だとか、今日やるタスクの整理だとか、朝のうちに細々としたものを片付いて家を出る前にもう今日やることが大体見えている状態でボクシングに向かうという感じですね。朝この2時間があることによってすごくね、僕はなんか精神統一みたいな感覚もあります。朝方なのもあって一番朝が頭動くので、撮影みたいな
脳をかなり使うような仕事においては特に朝の方が、集中できる効率がいいっていうところがあります。以上が、僕が朝起きてからだいたい2時間半くらい家にいる間にやっているモーニングルーティーンでした。この朝の時間は自分にとってすごく大事だからこそ、効率化できるところは効率化して、習慣化できることは習慣化してというような形で、このような流れに落ち着いています。人が早起きしてる動画とか僕すごい好きなので、もしよければ皆さん何時起きなのか、何やってるのかとか、いろいろとコメント欄等で教えてください。ということで、このチャンネルでは他にもライフスタイルに関する様々な動画を上げているので、ぜひ合わせてチェックしてみてください。またチャンネル登録や高評価もよろしくお願いします。では、行ってきます。